こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今回のこっとりチャンネルは2025年秋、ネットフリックスで世界同時公開された話題のドラマ戦神を中心に地元滋賀県のロケ地をご紹介していく内容となっております。よろしくお願いいたします。戦神はよくバトルロワイヤル×ルローニケンシンと評されます。生き残りをかけた過酷なサバイバル、まさにバトルロワイヤルですが、剣撃のスピード感や時代背景はルローニケンシンを思わせます。剣の達人である主人公が明治という新しい時代に翻弄される点も一緒ですね。ルローニケンシンは漫画原作を実写化して大成功した稀有な映画でもあり、いわゆるチャンバラ劇とは一線を画すアクロバティックでハイスピードの剣撃が若い世代の注目を集め、衰退しつつあった時代劇の新しい地平を切り開きました。今回戦神のアクションを支えているのが主演の岡田准一さん。アイドルグループ出身で関西ではローカル遊園地の園長ヒラパー兄さんとしても親しまれている岡田さんですが、本来は日本を代表する映画俳優です。しかも芸能界きっての武術家といえるほどの格闘マニアで、今回の作品ではプロデューサー兼アクションプランナーまで担当。自身の身体能力と演技力を生かし、より実践的で緊張感のある剣撃を作り上げています。また主役から配役に至るまでキャスティングがとにかく豪華なのもネットフリックス作品らしいポイントです。私は子供の頃に見ていた昭和の時代劇とは一味も二味も違う迫力と緊張感にあふれた現代的な剣撃とドラマ性、まさに世界を見据えた新時代の日本時代劇となっています。そんな戦神のロケ地の多くもルローニケンシン同様、私の地元滋賀県に点在しています。今回はそれらを巡りつつ、時代劇の舞台滋賀を感じる旅にお連れいたします。その前に、なぜ滋賀がロケ地に重宝されるのか少し触れておきます。まず京都の撮影所に近くて行きやすいこと、山川田んぼなど景色がとにかく豊富なこと、中でも琵琶湖は近江近い海として海のシーンでも使えるという便利さがあります。さらに滋賀は国宝の数が全国5位にもかかわらず、地味であまり観光地化されていないので、歴史的な風景がそのまま残っている。この近い、多い、自然に残っているが滋賀がロケに選ばれる理由なんです。ではまず滋賀県の湖南エリア甲賀市へ向かいましょう。最初に訪れるのは甲賀市にある油火神社。戦神では藤崎弓矢さん演じるヒロイン双葉の原点を描く回想シーン、コロリに苦しむ子供たちを看病する場面に登場しました。油火神社は平安時代から続く由緒ある古社です。戦国時代には甲賀忍者をはじめとする武芸者たちの熱い信仰を集め、甲賀の奏者として崇められてきました。現代では油の名にちなみ、漁業や火に関わる仕事の人々からも信仰され、火の神、将軍の神、そして出世や商売繁盛を授ける神として親しまれています。失礼します。油火神社の特徴は、楼門、拝殿、本殿が南北に一直線に並び、その楼門から左右へ伸びた回廊がぐるりと社殿を囲むように配置されている独特の造りです。これら室町時代の社殿群はすべて国の重要文化財です。鎮護と書かれた拝殿の文字が印象的です。本殿にお参りしました。拝殿を後ろから見た景色です。ここは戦神はもちろん、ルローニケンシンザ・ビギニングでは騎兵隊の稽古場として登場。そしてサムライタイムスリッパーでは圧巻のクライマックスの舞台として使われました。その他燃えよ剣、信長コンチェルトなどでも使われていて、まさに時代劇と相性抜群のロケ地なんです。しかも時代劇だけじゃなく、朝ドラ「武勇儀」にも登場したことがあります。騎
木々に囲まれた静かな境内は幻想的で落ち着いた空気に包まれていて、やはり雰囲気がすごくいいですね。作品ごとに全く違う表情を見せながら、不思議なほどドラマに溶け込んでしまう場所。それが油火神社です。油の神様らしく、楼門には油の缶がお供えとして積まれています。では、そろそろ次の場所へ向かいましょう。甲賀市にはもう一つ神秘的な場所があります。それが静かな山あいに佇む岩尾池です。生相模では双葉が早朝に神楽を舞う幻想的なシーンとして登場しました。池のほとりには最澄ゆかりの伝承岩尾の一本杉も残されています。劇中の水中の鳥居は美術セットですが、実際にはそれがなくても十分に神秘的です。私自身このドラマをきっかけに初めて訪れましたが、水は驚くほど澄んでいて、立ってるだけで心が静まっていくような美しさでした。こちらの大杉が延暦寺建立のため最澄がこの地を訪れた際に食後に地面に刺した箸が芽吹いてやがて大木になったというもの。この一本杉は樹齢およそ1000年以上と伝えられています。そして夕刻、周囲の山々が赤く染まり、その光が水面に映り込む景色はただ圧倒されるほどの美しさでした。ドラマの中で神楽という形で捧げられた祈り、その余韻を受け止めるように岩尾池には静かな祈りの気配が漂っていました。なお、車で訪れる際には道幅が狭く対向しづらい場所もありますので、安全運転でお越しください。ところでドラマでは伊藤英明さん演じる幹事屋武骨が玉木宏さんの菊尾美右京に勝った後、誇らしげに歩く田んぼ道のシーンがありました。この場所も甲賀市内にあるらしいんですが、観光まちづくり協会で伺っても大体この辺りという情報しか分からず、特定はできませんでした。というのも、この一帯は似たような棚田が点在していて、本当に見分けがつかないんです。ただ雰囲気に近い景色は、だいたいこんな田園風景かなと思います。では、甲賀市で最後にご紹介するロケ地、三所神社へ向かいましょう。ここは焼き物の里、信楽の山あいにひっそりと佇む小さな神社です。ドラマでは物語の終盤に登場する場所で、神社自体は江戸時代中期の寛永5年1705年に建てられたものだそうです。訪れた日は夕暮れで改修工事中ということもあり、長居はできませんでしたが、正面には本殿と拝殿があり、その両側には入母屋造りの藁葺きの建物がいくつも並ぶ、ここも面白い境内でした。この藁葺きの小さな建物は宮座と呼ばれ、昔は祭りや神事を話し合うための集会所のような役割を担ってきた場所です。ドラマではこの宮座の中で清原果耶さん演じるいろはが兄たちとやり取りするシーンが撮影されていました。素朴で温かな空気が漂う三所神社。地元の守り神にそっとお参りを済ませ、夕暮れの境内を後にしました。では今度は大津市のロケ地へ向かいましょう。私の住んでいる古都エリアからは琵琶湖沿いを走り、琵琶湖大橋を渡って湖西エリアに入ります。次にご紹介するのは比叡山の麓にある西教寺です。西教寺は天台新清宗の総本山、室町時代から続く由緒ある大寺院です。
そして明智光秀ゆかりの寺としても知られています。私自身、今回が初めての参拝でしたが、そのスケールに驚きました。本堂へと向かう参道の左右には、なんとか坊と呼ばれる建物がずらりと並んでいます。まるでお寺の町の中に足を踏み入れたようでした。訪れたのはちょうど紅葉の季節。境内のあちこちで赤や黄色のもみじが光を受けて、建物の静かな佇まいが一層映えていました。こちらが本堂になります。本堂は奥の大本坊からもつながっているので上がらせてもらいます。これも初めてで驚いたんですが、本堂、書院、客殿、大本坊などたくさんの建物が回廊でつながっていて、迷路のように続いていくんです。その合間に美しい庭園がいくつもあります。一度上がればずっと歩いていたくなるような広さでした。こんなところに重要文化財のプレートが。ドラマ「戦神」では阿部寛さん演じる玄冬斎が清原果耶さん演じるいろはを追い詰める緊迫のシーンが撮影されました。長い廊下を逃げるカットや縁側での攻防、庭へと飛び出すシーンなど印象的な場面の舞台となっています。この太鼓型の渡り廊下をいろはが走って逃げて、玄冬斎が後から追いかけました。本堂へお参りさせてもらいましたが、中は撮影禁止で、他のお部屋もなるべく撮らないようにしていますので、どこをどう歩いているのかよくわからないですね。でも楽しかったです。阿弥陀如来25菩薩石像。1584年、今から450年近く前のものだそうです。あのロケ現場はこのお庭だと思います。いろはがこの縁側の下に潜んだところへ玄冬斎が上から刀を突き刺す。それを間一髪でかわして庭から逃げるという場面でした。日が暮れて画面は暗かったですが、いろはは池の向こうの急な斜面を登って逃げましたね。この客殿庭園は江戸初期の作庭家小堀遠州の作と伝わります。さすがに実際にはこの廊下を突き刺してはいないと思いますけどね。ロケ地としてだけでなく寺としての魅力も大きい西教寺。歴史の重みと美しい景観をゆっくり味わいたくなる場所でした。そんな西教寺を後にしてさらに南へ、続いて向かったのは同じく大津市にある名刹三井寺です。三井寺は天台寺門宗の総本山。正式名称は長良山恩成寺と言います。ここは以前琵琶湖疏水と桜の動画を撮影した時に少しだけ立ち寄りました。ただその時歩いたのは境内のほんの一部だけ。三井寺はとにかく広大です。お堂も多く、客殿や鐘楼、堂舎などが点在し、どこまでが境内なのかわからなくなるほど敷地が広い。通路もゆったりしていて高低差もある。歩くたびに風景が変わっていきます。しっかり見て回ろうと思えば丸一日はかかりそう。ある意味お寺版アミューズメントパークみたいな場所です。今回はその広大な境内の中からドラマ「戦神」のロケ地を中心に、さらに他の映画やドラマでも使われたスポットを巡っていきます。あちらが流浪に剣心でおなじみとなった三重塔近くの立教です。映画シリーズでは第1作目と最終章ザ・ファイナルにも登場しました。剣心がここで宿敵と遭遇するというとても重要な場面で使われます。最近では NHK 朝ドラバケバケでも登場しています。
くしくもバケバケのお話も明治時代。なんとヒロインは没落士族の娘なんですよね。普段見落としがちな小さな橋ですが、いざ映像化されると、この微妙な高低差で交差する感じがいい雰囲気を醸し出しますね。橋の上から見るとこんな感じ。この低い欄干もいい感じです。こちらの村雲橋周辺も雰囲気があってドラマや映画でよく使われているそうです。どこを切り取っても時代劇に使いやすい風景ばかり。何しろ三井寺はあの往年の特撮ヒーロー時代劇仮面の忍者赤影でも使われていたそうですよ。戦神で使われているのは主に山道のシーン。ドラマはサバイバルゲームをしながら京都から東京へ向かう物語で、その道中の峠道や森のシーンなどに三井寺が使われました。そう、三井寺はお寺イコールお堂や庭というイメージを超えて、境内の自然そのものがロケに使われることも多いんです。境内というよりもはや一つの山と言えるほどの規模。それは時代劇のロケに選ばれるのも納得ですね。こちらの観音堂にお参りしてさらに上を目指します。ここから上がりますが、目指すのはこの大津そろばんの碑ではないんですよね。この上にいくつか石碑があるのですが、目指しているのはこの西南戦争出征記念碑です。戦神では第6話の本当の終盤、東出昌大さん演じる狂人と阿部寛さんの幻冬斎が落ち合った場所として使われているんですが、それがこの辺りの石碑よりもまだまだ上の先にあります。そしてそこまでの道中が第3話で岡田准一さん演じる修二郎と双葉が歩いた峠道となっています。また狂人が三助志倉と会話する森も物語と聞いています。この三井寺の境内の外れの山の中がいくつもドラマに使われているんですね。おそらくこの山道を修二郎と双葉が歩いたのかなと思います。少し開けた場所に出ました。画面が暗くてよくわからなかったけど、第5話と6話で狂人と三助、志倉が言葉を交わしたのはこの辺りかもしれません。でもまだ石碑は見つかりませんね。さらに登っていきます。するとまた平らなところに出ました。あ、石段があります。ここか。やっと見つかりました。この石碑は西南戦争で命を落とした滋賀県出身の兵士たちを慰霊するために明治時代に建てられたものです。この辺りに東出さんが腰掛けてましたね。戦神の物語はちょうど西南戦争の直後が舞台。こうした背景を思うと、この場所がロケ地として選ばれたことにもどこか意味を感じますね。この枠のとんがってるところがかっこいいですね。星型で五稜郭みたい。今回私も初めて知ることができたこの記念碑、ズバリドラマの設定と同じ年、明治11年に建てられたものだそうです。では山を降りていきましょう。ところで私的に三井寺といえば欠かせないのが名物の和菓子力餅です。実は三井寺力餅は2つのお店が作っていて、厳密には少し味の違う2種類が存在します。今日はせっかくなのでこの境内の中でしか売っていない本家力軒の三井寺弁慶力餅をお土産に購入しました。私はどちらも大好きですが、こちらは強いて言えば少し抹茶感が強いのが特徴で、もちろんとても美味しかったです。ごちそうさまでした。
さて、今回のこっとりチャンネルお散歩動画いかがだったでしょうか。ドラマ行く相模、滋賀ロケ地巡り。実は今回ご紹介できたのはまだ全体の半分ほど。お散歩自体はすでに全部終えているのですが、全てを一本にまとめるにはどうしても尺が長くなってしまい、当チャンネル初の前後編でお届けすることになりました。後編はさらに見どころ満載でお送りしますので、ぜひご期待ください。見逃さないためにもチャンネル登録、またお愛想のいいねもよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。